皆さん、こんにちは。新名秀彦です。今日はがん患者の方に向けてのお話ではなくて、家族の方に向けてのね、お話をしてみたいなと思っています。改めまして、こんにちは。今日は家族がね、がんと診断をされてから、自分のことを後回しにして、必死にね、家族を支えてきた、そんな経験をね、されている方々もたくさんいると思います。そしてよく言われるのが、家族はね、第二の患者。こんな言い方もね、されることもあると思います。今日は僕自身の闘病経験と、そして、僕の母も何度もね、がんの手術を経験をしてきた、その母をね、支えてきた、僕ががんに罹患する前のことですけども、そんな経験からね、家族のね、皆さんの心の負担が少しでも軽くなればなと思ってお話をしたいと思います。今まで僕がね、長い年月治療をしてきましたけども、その中でね、いろいろとこう辛かったりとか苦しんだことってありましたけども、その中の一つにやっぱりね、家族に心配をかけている申し訳なさというのもあったかなと思います。患者は家族がね、暗い顔をしているとか、不安そうな、心配そうな顔をしていると、自分自身がね、こうまた苦しくなってしまったりとか、人によっては心配をね、かけてしまっているということで、自分を責めてしまう人、そんな人も中にはね、いたりすると思うんです。そして一方で、僕はね、母が何度も癌を経験してきてますので、それを支える側として、経験もしてきました。息子としてね、何とかしないといけない。なんとかいい治療方法がないか。当時ね、必死になっていろいろ調べました。特に4回目の癌の告知の時には、これはね、本当に大きなターニングポイントだなと、ここが勝負だなというのをね、直感的に感じて、必死になって勉強しましたし、情報も求めてね、動き回りました。決してそれが悪いことでもなかったと思うし、それをしたことによって最終的にね、いい治療方法を見つけて治療してもらえたっていうのがありますけども、でも、今振り返ってみると、こう後からね、考えてみると、必死になって動けば動くほど、そして勉強すればするほど、その余裕のないエネルギー、必死のエネルギーって家の中についつい持ち込んでしまうわけですよね。そのエネルギー、波動をやっぱり本人は感じて、そして家族もね、その空気を感じて、家の中の空気が重くなってしまう。振り返ってみると、そんな空気を作っていたなということもね、後から感じることってありました。でそれは患者にとっても、そして家族にとっても時にはね、苦しさを感じることになるのかなと思っています。で多くの患者さんは、過度にね、気を使われたりとか、腫れ物に触れるようなね、扱いをされるっていうのは、決して望んでないと思うんですね。やっぱりよく言われる通り、今まで通りに接してくれることっていうのが、本当に一番救いになるんじゃないのかな。自分の経験からもそう感じています。なので、無理にね、解決策を提示しようとせずに、ただ話を聞くという、不安を共有するというだけでもね、本当に十分ありがたいなと思いますし、頑張ってっていうね、その言葉、励ますよりも、そばにね、一緒にいるよっていうこの空気感を作ってくれる方が、本当にありがたいなっていうのをね、感じています。先ほどの話に出た4回目の手術をしないといけないという状態の時に、母をね、連れて観光も兼ねて新幹線一緒に乗ってね、東京の病院にまでセカンドオピニオンね、行ったことがありましたけども、こうやっぱり最後はですね、理屈ではなくて、母が納得できるかどうかっていうのが一番大事だったなと思っています。家族としてはね、助かってもらいたい、元気になってもらいたいっていう思いから、正しい判断をさせたいってついつい思ってしまうんですけども、そうではなくて、本人の決断を支える味方というスタンスになってくれることの方がね、患者自身にとっても安心かなと思ったりもします。そして、がん治療は長期戦とも言われます。数ヶ月ではなくて、数年という年単位、僕もそうでしたけども、非常にね、長い時間、治療をね、向き合うことになったりします。でそんな中でね、家族が自分自身を犠牲にして頑張りすぎてしまう。そうすると、結果的に肉体的にも精神的にもね、追い込まれてしまって、共倒れになってしまうと。でそうすると、その空気がね、患者にとってもまた大きな負担になってしまうということになってしまいますので、やっぱりね、自分自身が元気でいること、笑顔でいることというのが、患者さんにとってもね、本当に大きな安心材料になるんじゃないのかなと思います。なので、自分の趣味だとか楽しみを制限しないっ
っていうことをね、意識してもらいたいなと思います。自分がしっかりしなきゃ、なんとかしなきゃっていうその思いをね、思い込みすぎないように気をつけてもらいたいなと思っています。そしてもう一つは一人で抱え込まないことですね。やっぱりこう、例えば兄弟とか友達にその自分の不安っていうものをね、吐き出すことも必要かなと思いますし、場合によってはね、プロに話を聞いてもらうってことも大事かなと思います。その代表的なことがね、僕はよく言ってますけど、がん相談支援センター、こういったところをね、活用するのも大事かなと。無料で、しかもね、匿名で話を聞いてもらえますのでね、する側からすると本当にそんなに心の場が高くない形で、相談に乗ってもらえるかなと思います。電話でもね、対応してもらえますしね、本当につい先日、僕もね、電話をする機会がありました。これはね、僕のことではなくて、別のね、人のことでの相談だったんですけど、それもね、無料で、そして匿名で、電話でね、話を聞いてもらいました。で、相談ね、内容を伝えると、言われたのが、この部分に関してはね、それの専門分野の人にね、相談乗ってもらう方がいいかなと思いますので、ってことで、電話をね、回してくれました。そして、そちらでね、電話出てくれた方も、一通りこう、相談内容を聞いてもらって、いろいろアドバイスをしてもらいました。で、またね、最後に言ってもらったのが、今後にね、また困ったことだとかがあれば、いつでも気楽にまた電話くださいねと言ってもらえるのでね、本当に、僕たちがんサバイバーにとっても、そして家族にとっても大きなね、力になる、味方になってもらえる場所なのかなと思いますのでね、経験ない方はぜひ積極的に活用してみてはいかがかなと思っています。まとめになりますけども、ぜひね、今日からは少しだけでも力をね、抜いてもらって、自分のためのね、時間をしっかりと確保して、もらいたいなと思っています。僕はYouTube のチャンネル名に共病生活って言葉をね、使っていますけども、これは病気とね、癌と戦うということではなくて、共に生きるという意味ですね。病と共に生活をする、生きるっていう意味なので、それは家族にとっても同じことだと思います。ぜひね、自分自身の時間、人生を大事に、大切にね、してもらいたいなと思います。そして今ね、支える側として頑張ってきたけども、もう疲れてしまったとか、苦しいなと思っている方がいましたらね、ぜひその思いを、気持ちをね、コメントで吐き出してもらえるといいかなと思います。僕自身がね、うまく返せなかったとしても、それをね、見てくれる他の方が、きっとね、アドバイスをしてくれる方もいると思いますし、共感してくれる方もいると思います。ぜひね、それを見つけた方はね、コメント、その方もね、ぜひコメントしてもらえると嬉しいなと思っています。そして最後に、チャンネル登録をまだされてない方はね、ぜひチャンネル登録と、そしていいねボタン、グッドボタンをね、押してもらいたいなと、僕の励みもなりますのでね、ぜひよろしくお願いします。そしてね、また次の動画もぜひ見に来てください。また次の動画でお会いしましょう。新名秀彦でした。